か新作ができたそうで。はい、ペンの盗みました。取れますね。ほほほほほ、そうくるか。どう説明しましょうか。まずすげえ高えよね。変な位置ですよね。これは世の中どうも貸し借りを求めてるらしいということ。一応貸し借り系で、うん前の方にモーターあるのが欲しいってことでうん、作ったんですけど FRD が買えなかったんですよね。バージョン6とか出てるじゃないですか。新しいやつもう買えないのあれ。多分売ってないんですよ。えで悔しかったんで、うちにある部品でなんか前の方にモーターのあるやつ作れねえかなと思って、でうちはほら GRK 豊富じゃないですか。なんでまず GRK4 の板4の板に GRK のこれメタルガレージさんのとこのなんかモーターを真ん中に上げるやつあったじゃないですか。あったね。あれの後ろについてるのを前にこう逆につけまして、まあ穴開け直してますけど、でギアボックスこれもだいぶカットしちゃってますけど、これプラのギアボックスですね。リアとかで普通入ってる。これをただ GRK ですね全部。へでスパーのこのホルダーとかこれモーターマウントだったものなんですけど、今スパーしか止めてないですけど、でこれでスパーをここに配置しまして、まあ穴開けてます。シャーシはこんな感じで、もともとのスパーの位置はここですけど、あとはリバンプの横にこう切ったりとか、シャーシの形詰めたりとかはしてますけど、基本的には4の純正板ですね。すげえ切ったねまた。めちゃくちゃ。で足何から説明した、ギアボックスリアは GRK のまんまなんですに GRK の4駆時代のシャフトであるんですよ。このシャフト結構重要で、これ詰めて短くして、本当はもうちょっと長かったんですね。3センチぐらいで詰めてここに入るように詰められるの。ピンが入ってるだけなんでね、切って穴開けてまたそのピンの位置変えればいくらでもなるんですけど、そういう風に作って、でギアボックスリア周りは全部 GRK のまんまですね。でフロントにしましょうか。じゃあフロントあんま見ないやつ多分ついてると思うんですけど、すげえねまたこのサーブの縦置き。これ VX のラップアップさんのやつ、昔のタイプドリパケのやつだと思ってたら、すごっ。で結局そのドリパケ用のサーボがここつくもんで、サーボ他に乗せなくていいじゃないですか。はあ、しかしでもこれで切れるんだ。もう切れますね。もうダイレクトでしょ。いやスライドラック、スライドラックスライドラックになると思います。なんですけど切れ角も一応本当だ、マジかよ。こんな感じでちょっと足りない部分はあるんですよ。この辺の引っ張りはちょっと甘いんですけど、一応実用的には乗れるんです。どういう構造？サーボがこう動いて、スライドラックがこういう風に動く。こんな感じです。変な感じ。すげえ、こんなんで切れるんだ。でも普通の一般的な切れ角は多分ある。あるね。こんな感じで。で、マッカーマンもなんか全然普通の。いやこれでマッカーマンは結構めちゃくちゃっすよ。そうやると外すごい切れちゃうけど、この沈んだ時にそのバンプ変化がこう上がると揃っちゃうんで。なるほどね。その辺はもうしょうがないっていうことで。アップアームとかどこのやつ？これセットのやつなんですよ。これの本当はもっと普通の位置についてたのをハイアッパーにしただけですね。断髪とかつけに無理やりつけた感じですね。モーターは普通の 13.5 のトップラインなんですね今。でアンプはこの辺にとりあえず置きました。なるほど。でバッテリーホルダーこれ多分ラップアップさんのやつ使ってアッパーデッキが Y2 のやつ切ってアッパーデッキ一応ちょっと存在するんですよ。必要あるんだよ。強度的なここの合成が全くないんで。なるほど。これでないとシャフトが詰んじゃうし。こんな感じでバッテリーをタガノットで上げられるだけ上げたって感じだね。そうですね。もっとかっこいいシャフトでね、黒いやつとかで今度やろうかと思ってますけど、一応そんな感じで、足はもうこんな感じでダンパーの動き的にはもうバギーみたいな。ビッグ4。これ何でしたかね。TRF のカラーチェンジですね。でバネはフロントトップラインさんのバネピョン。リアがこれ今何使ってる？これラップさんのやつですね。でもこんだけ内側についてるってことはまあ硬いやつってこと？これ柔らかいやつです。長いやつ。長いやつ。45ミリのやつがあります。で、45。長いやつですね。バギーのバネみたいな。ラップアップ？ラップアップさんのなんかその貸し借り系のバネが売ってたんですよ。3本セット。45ミリでいる長いタイプのやつを潰して使ってます。で足もドアームもラップアップさんのところ
フリースタイルジオメトリーとかはそんな感じのやつを入れてハイアッパーにして使ってます。だからもうキャンバー変がすごいですけど、本当だ。こんな感じで。まあでもハイアッパーだとそうなるよね。まあロールした時にこのタイヤの当たり面が変わらないように作ってるんで、こんなとこですね。でバッテリー裏に今何グラムかなこれ。すげえ。5、60グラム。これは動くね。60グラムぐらい乗って足りなくて、これボディまだ仮なんですけど、この裏にもはいこの、中古で買ったマーク2のボディでとりあえずすごい色ですよね。なんでまたマーク2？やっぱこの動きやっぱセダンだろうと。なるほど。セダンのちょっと重量のある動きが4枚ドアのね出せるみたいな感じで、まあこんな感じでやっぱ峠風なの。ストリートっぽい感じです。でもまあなんかサーキットで2下げで乗ってる人みたいな感じで、色がちょっと地味なんで、これそのうちまた塗ります。車種的には何なの？ GR 系 M？ 違うな MR ですか。なんかボーシの YD2MR みたいな感じのやつにあれに対抗して GR 系 MR。 GR 系 MR。問題値的にはそうだね。ちょっと重量配分もチェックしなきゃな。これでもボディつかないと合わないですよね。じゃあ測ってみます。さあどんな数字が出るか。おお。お。まあ1400。そう並みだけど。そうですね。重り積んでる割には意外と使ってる部品的には軽い。意外にあれだね、一般的な。そうですね。ボディが重いんですよこれ。ボボディの裏いるんで、これが乗せた状態で足とかも全部作っとるんで。でも多分普通の重りつけてる貸しがいる人に比べたらもう全然軽いですよね。まあまあハイブリッドとかに比べるとね。そうですね。まあこれで動けば、重量配分的にもまあ先端寄りだし完璧じゃん。前後バランスも結構理想的なんじゃない？ちょうどいいんじゃないですかね。前モーターなんで。ちょうどいいちょうどいい。結構今足の動きもいい感じのところで楽しんでる。始まってる。